今日はビー玉フルーツゼリーを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日はフルーツビー玉ゼリーを作りたいと思います。はい、ということで今回はですね、100円ショップに売っている製氷機を使ってまん丸のフルーツゼリーを作っていきたいと思います。こちらのフルーツゼリーはですね、今回アガーを使って固めていきたいと思います。アガーの使い方にはですね、ちょっとポイントがありますので、それは作りながらご説明していきます。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。アガー、グラニュー糖、お水、そしてフルーツです。こちらの4つの材料で作っていきます。今回使うフルーツは、いちご、さくらんぼ、ぶどう、キウイ、ドラゴンフルーツ、みかんと白桃の缶詰。こちらのフルーツを入れていきたいと思います。このフルーツに関しましては、お好みのものを使用していただいて OK です。そして今回はですね、こちら100円ショップに売っている丸い氷を作る製氷機を使っていきます。こちらはですね、100円ショップのダイソーさんで購入しました。あるところとね、ないとこあるかなと思うんですが、チェックしてみてください。もしね、こういった容器がない場合は、こういったプリンカップなどに入れて固めてね、すくって召し上がっていただいてもいいかなと思います。ということで、早速作っていきます。では作っていきます。まずフルーツを切っていきます。いちごはですね、ヘタを切り落とします。今回のいちごね、かなり小ぶりなので、この製氷機にぴったり入ります。なので、こちらのいちごはですね、大きさに合わせてカットしてください。今回は丸ごと使いたいと思います。それでは続いて、桃の缶詰を切っていきます。今回白桃を使います。こちらは応答でもね、お好みのものを使用してください。これはですね、先ほどの製氷機の中に入るぐらいの大きさに切っていきます。はい、ざっくりで大丈夫です。このぐらいの大きさに切っておきます。続いてさくらんぼですね。さくらんぼはこのヘタの部分をね、取っておきましょう。こんな感じ。さくらんぼはね、このまま入れたいと思います。なので召し上がるときは種をガリッと噛まないようにだけ十分に注意して召し上がってください。続いてキウイです。まずね、皮を剥いていきます。ヘタの部分に包丁の刃先を入れ込んで、そしてくるくるくるっと一周させます。そしてヘタを引っ張ります。よいしょ。そうすると簡単に取れます。反対側もくるくるくるっとヘタを取ります。そしたら縦に皮を剥いていきましょう。皮の剥き方はね、やりやすい方法で剥いていただいて大丈夫です。はい、皮を剥きました。そしたらこちらもですね、容器に入るぐらいの大きさに切っていきます。切り方はお好みで OK です。1個はね、全部使わないのでね、使う分だけ切ってください。はい、キウイはこんな感じです。それでは最後、ドラゴンフルーツを切っていきます。まずね、これを半分に切りましょう。手を怪我しないように注意してください。すっごい色合いですね。そしたらこちらはね、スプーンでくり抜きたいと思います。今回私は小さじのスプーンでくり抜いていきます。ではくり抜きます。よいしょ。はい、こんな感じ。このように丸くくり抜いてください。はい、ドラゴンフルーツはこれで OK です。フルーツの準備が終わりました。このようにフルーツはお好みで準備してください。それではアガーを溶かしていきます。まず小鍋にアガーを入れます。アガーもですね、いろんな種類があるんですけれども、今回私はね、こちらのクールアガーというものを使用していきます。このクールアガーはね、比較的透明度が出やすいので、ぜひこちらを使ってみてください。もしね、こういうアガーがない場合は、粉寒天でも OK です。粉寒天を使用する場合は、だいたい半量ぐらいを使っていただくとちょうどいいかなと思います。そしたらここにグラニュー糖を加えます。そして一度ね、この2つをよく混ぜましょう。というのもですね、アガーはとてもダマになりやすいので、このようにグラニュー糖に混ぜてください。そうするとダマになりにくくなります。はい、このようにしっかり混ぜてください。そしたらね、ここにお水をだいたい4分の1ぐらいまず加えます。そして混ぜましょう。一度に加えるとね、こちらもダマになりやすいので、少しずつ加えてください。はい、OK です。ではね、また4分の1ほど加えます。そして混ぜます。はい、そしたらね、残りのお水を加えましょう。そして混ぜます。はい、でこのようにしっかりね、少しずつ混ぜていただくとダマもできずに綺麗に仕上がります。そしたらね、こちらを火にかけます。火加減は中火でこのまままず沸騰させましょう。時折このように混ぜながら加熱してください。
はい、今ね沸騰しました。そしたら火加減を弱火にしてください。このまま1分間加熱してください。そしてしっかりとアガーを溶かしましょう。加熱している最中もねこのように混ぜながら加熱してください。はい、1分加熱しました。火を止めます。見ていただくと分かりますかね。先ほどよりもかなり透明度が出て、とても透き通った仕上がりになります。このぐらいになれば OK です。火から下ろしましょう。そうしましたらですね、ボウルに冷水を張ってください。氷は入れなくて大丈夫です。ここに鍋ごと浸します。そしてこのままですね、1分から2分ほど軽く粗熱を取ってください。だいたいお風呂ぐらいの温度になるまで粗熱を取ってください。これね、氷水でやってしまうと周りがね固まってしまう時があるので、必ずね氷を入れていない冷水でこのように粗熱を取るようにしてください。で、粗熱を取ってる最中はたまにこうやって混ぜながら粗熱を取ってください。それではアガーの粗熱を取っている間に製氷機の中にフルーツを入れていきます。入れ方はねお好みで OK です。ドラゴンフルーツはね少し大きかったので半分に切りました。はい、このように入れました。それではねこちらのアガーもお風呂ぐらいの温度になったので、この中に入れていきます。優しく入れていきましょう。はい、このように入れました。だいたいね容器の半分よりちょい下ぐらいまで入れます。そしたらね蓋をします。よいしょ。このようにちょっと吹きこぼれるんですけれども、少し吹きこぼれるぐらいにしていただくとまん丸に仕上がると思います。そしたらですね、こちらをしっかり粗熱を取って、その後冷蔵庫で2時間冷やし固めます。もう片方も同じようにしてください。はい、冷やし固まりました。それでは外したいと思います。いきます。オープン。じゃじゃーん。はーい、わーすごい綺麗。見てください。このようにとても可愛く仕上がりました。プルップルですね。あとはねこちら型から取り出して完成です。それではね器に出したいと思います。こんな感じでとても可愛く仕上がりました。はい、これでフルーツビー玉ゼリーの完成です。こんな感じに仕上がりました。プルップルで美味しそうに仕上がってます。それでは早速いただきたいと思います。ではまずドラゴンフルーツからいただきたいと思います。いただきます。もうプルップルですごく美味しいです。みずみずしいですね。美味しい。このねやっぱりアガーの食感がいいですよね。美味しい。ではいちごいただきます。すごく美味しい。チュルンとした食感です。ではぶどうもいただきます。どのフルーツもみずみずしくてすごく美味しいです。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のビー玉フルーツゼリーのポイントです。まずですね、フルーツはお好みのものを使用してください。今回私はいちご、さくらんぼ、あとはドラゴンフルーツ、キウイ、ぶどう、みかん、桃、この7種類入れました。季節によってもね、いろんなフルーツが楽しめますので、いろいろ入れて楽しんでいただけたらと思います。このフルーツに関してなんですけれども、使う製氷機の大きさに合わせて切るようにしてください。今回私はですね、100円ショップに売っている小さい丸氷を作る製氷機を使いました。こちらはですね100円ショップのダイソーさんで買ったんですけれども、置いてあるところと置いてないところがあると思いますので、もしね見つけた時はぜひこちらの製氷機で作ってみてください。そしてアガーゼリーを作る時のポイントなんですけれども、まずアガー自体がですねダマになりやすいので、必ずグラニュー糖と合わせてから水を混ぜるようにしてください。そうすることでダマができず綺麗に溶けます。そしてその後火にかけるんですけれども、沸騰したらですね火加減を弱火にして、その後1分ほどしっかりと火入れしてください。そうすることでアガーゼリーが透明になって綺麗な仕上がりになります。そして出来上がったアガーゼリーなんですけれども、こちらはですねお風呂の温度になるぐらいまで粗熱を取るようにしてください。そのままねすぐ入れてしまうとフルーツがちょっと傷みやすくなってしまいます。ただですね冷やしすぎると固まってしまいますので、冷やしすぎには注意するようにしてください。あとは製氷機の中に入れて粗熱を取って冷蔵庫で冷やすだけなので、とても簡単に作れます。今回はね本当にとてもシンプルに、ゼリーはお砂糖しか入れてないんですけれども、少しさっぱりさせたい時はここにレモン汁など加えていただくといいかなと思います。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。お好みのフルーツでぜひ作ってみてください。
はい、ということで今日はビー玉フルーツゼリーを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。